Meshtabi. Season 5. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. いにしえの昭和食堂5発見です。それでは早速 Let's get it started. 1. Kushiro. Subayaki Kadoya. 1966年昭和41年創業角屋さん。釧路といえば角屋さんなのです。大人気、全員来てますね。はい、全員来てます。やっぱ釧路に来たらこれなんだけれども、今回最悪のタイミングになっちゃったからね。連休のサタデーナイト、そりゃ混むてね。1時間待ちは覚悟だね。だけど食べずに見過ごすわけにはいかないってんでね。だってこれ食べたくって釧路来たから。そうです。はい、お決まり3点セット。つぶやき瓶ビールラーメンがお決まり。これ一つずつでいいよね。粒2人でここは足りん。足りん、うまい。蛇口をひねったらこの粒の汁が出てくる装置が欲しい。欲しい。こんなに美味しい青粒はやっぱここでしか味わえないかな。そうね。7月から10月にしか取れないっていう厚岸産の青粒を年間10トンほど確保するんだそうですよ。10トンって何個？キロ12個ぐらいだから12万個ぐらいじゃないかな。それ保管しておく倉庫がすごいね。12万個って。ああ、想像絶するね。足りなくなっちゃったら店できなくなっちゃうわけだからね。そうだよね。札幌にもあったらいいのに。つぶやき屋さんねえ、このつぶやきは全ての盛り場にあるべきだね。 2. Ikeda. Sai Rai. なんともいい味出してますね。映画のセットのような昭和感が素敵なこちらのお店。1969年創業、ドリカミ。もといドリカムの吉田美和さんが愛したというラーメンがあるんです。ドリームカミカミトゥルースね。さすがっす。本当にいい風情ですね。幼少時代の吉田美和さんはどんなだったのでしょうか。この小さな町から国民的スターが出ちゃったのよね。出ちゃったね。店内はドリカム一色。メニューを見るとリードオフは醤油なので迷わず醤油くださいって言ったんだけど、念のためおやさんに尋ねたんだよね、ドリカムは醤油で言い方んですかってね。したっけ。あ、ドリカムは味噌ってね。危ないとこだったぜ。味噌なんだ。へえ。ということで吉田美和が愛したという味噌をいただくことに。いや、懐かしい北海道らしい素朴な味噌ラーメン。札幌のみたいにラード膜がないので熱々ではないんだけれども、オイリーじゃないのが素朴でいいね。いいね。なんか昔ながらの札幌味噌ラーメンって感じの店。今じゃマイノリティ化しちゃってるもんね。そうなんだよ。どこまで濃いくなっちゃうのってくらい濃い店ばっかりになっちゃってね。ねえ、もうおっかなくて味噌食べなくなっちゃった。わかる。あれ、ドリカムの写真にドリカムの写真にダチョウ倶楽部が写ってる。それはダチョウ倶楽部の肥後さんじゃなくって中村さんだね。似てるけど共演してる。自覚してるんだね、お互いね。 3. Nemulo. Dorian. 根室といえばエスカロップ。いろんなお店で食べてみたけどエスカはここと決めています。1969年創業のドリアンさん。はい、根室のご当地グルメとして有名なエスカロップ。この元祖はモンブランというお店なのですが、モンブランさんはとっくの昔に亡くなっちゃってて、そのモンブランから独立したニューモンブランってお店をやったシェフにエスカロップは引き継がれ、そのニューモンブランからこれまた独立したのがこのドリアン。同様にエスカロップってメニューは引き継がれたのですが、またややこしいのよね、このエスカロップストーリーで。一応エスカロップ出しているお店大概食べてみたんだよね、根室で。はい、私たちそういうの好きなの。帯広の豚丼も室蘭苫小牧のカレーラーメンも新潟のタレカツも福岡の長浜ラーメンも、どこが美味しいのかってのを探したがる人たちなの。はい、そうなんです。
どこが元祖かってのも抑えつつ、で実際美味しいのはってのをね確かめたくって、でエスカロップの場合はドリアンってことになったわけだ。おそらくドリアンのエスカロップが美味しかったからこんなに根室のエスカロップが有名になったんじゃないのかなと推察するのでありました。あくまでも試験ですが、仙台の味助けの牛タンや新潟太郎さんのタレカツのようにね。そうね、きっと初めて食べた時びっくりしたのよね。ねえ、最初は正直ピラフにカツが乗ってるだけっしょみたいな、スパカツのライスバーみたいに軽く思ってたんだよね。ところがどっこいこのデミソースがウルトラうまいんですわね。ここドリアンさんはソース関係何でも美味しいんじゃないですかろ。そうそう、カツカレーも美味しかった。シャバいすっきりとした洋食っぽいカレー、辛くはないが甘くもないのでどんどん食べらさる。ウキー。そしてラード揚げカツの香ばしさ、こりゃ最高だわさ。美味しいですね。長崎のトルコライス、金沢のハントンライスより断然美味しいエスカロップ。怒られるぞ。誰に？ちなみにエスカロップはフランス語で薄切り肉を意味する言葉なんです。エスカロップ。は？カツではないのですか？そうなんだ。ひょっとしてジェノベーゼの誤解に似てるやつ？そう。実はジェノベーゼってのは緑色のバジル味のことではなく茶色い料理のことだったんじゃってやつね。ちゅうことはエスカロップっていう料理がピラフにカツが乗ってるやつじゃないんだ。 That's right。 そうなんです。薄切り肉っていう意味だからね。少なくとも料理名ではないから、フランス人が根室に来てエスカロップっていうメニューを食べたらはぁってなると思います。あれね、タイの寿司屋さんでカニ頼んだらカニカマ乗ってましたみたいな。まあそんな感じかな。Anyway ってことで根室に来たらやっぱりドリアンは外せない。ドリアン。4. Honbetsu Wookie Bune 1965年創業、本別町のソウルフードと言われる浮舟さんのトンテキ。昭和食堂でもご紹介しましたこちら、視聴者さんから美味しいタレコミで教えていただいたお店。はい、タレコミいただきました視聴者さん、ありがとうございました。でこれタレコミっていう言葉は告発とか密告みたいな時に使われるあんまり良くない言葉ですよっていうご指摘いただきましてね、視聴者さんから、はい、そうなんです。だけど飯旅ではあえて美味しい口コミのことをタレコミと呼んでいますのであしからず。まあ美味しいお店って本当は秘密にしておきたいからね。そうなんだよ。知れ渡っちゃうと混んじゃって自分が食べられなくなっちゃうからね。ってことで言葉遣いも味の趣向も完全な我流ですので、あまり気になさらないでくださいね。だってだなんて使う人北海道にはなかなかいないからね。そうよね、平井さんくらいでしょ。だそして北海道でトンテキってのもこれまたレアでしょ。そうだよね。トンテキ言うたら東海地区的な感じ。そうさ、トンテキっちゃ三重県四日市市の郷土料理だからね。どうしてなのかなって調べてみたら、こちらの2代目さん名古屋の大学に通われていたらしいんです。あー、なるほど。名古屋岐阜界隈言うたら自動車産業と台湾ラーメン、味噌カツやトンテキ盛んだもんね。ねえ、だからなのかなと思いました。わからんけど。はい、トンテキ圧倒的に美味しかったっす。これおちゃんに肉の塊 450g はいささかでかすぎたけど味はいいね。しょっぱくない奥行きのあるデミ味がうまい。ポークチャップはどうしても味が濃ゆいからね。そうさ、見た目とは裏腹に上品な仕上がりの一品になっておりましたよ。だけどここの一番人気はニンニク焼きってやつなんだよね。なんか見た目はトンテキとあんまり変わらないんだけど、ニンニク効かせまくりバージョンってことなのかな。あ、達夫と海子ちゃんも食べてたやつ。ああ、そうそう、見た。これ食った後事故りそうになってやばかったでしょ。やばかったやばかった。でも無事でよかった。ねえ、本当に気をつけてくださいね。湘南の DIY 系人気 YouTuber が北海道で事故りそうになったのを巻き、気になる方は概要欄にリンク貼っときますのでご覧あれ。海子ちゃん5. ニューヨーク Jozanke Shikano Yu
生の鹿が傷を癒したという言われからその名がついたという鹿の湯。備前国、現在の岡山県出身の僧侶三泉定山が北海道に渡り布教活動を行った時にアイヌの人々の案内でこの宣言と出会い温泉を築いたんだそうよ。定山が築いたKってこと？そう、冗談だと思った？驚いたね。人の名前由来だったんだねえ、びっくりしましたね。久々に定山渓温泉来てみましたが、サウナの波が温泉地をこんなに変えていったとは知らなんだ。そんなに？老舗旅館が素晴らしいサウナ施設に生まれ変わっちゃりましたよ。今回残念ながら女湯は工事中ってことで入れなかったんでね、おいちゃん単独鹿の湯でございました。素晴らしいサウナでしたね。そんなすごいの？メトスの円柱サウナストーブを囲む12角形のスタジアムサウナ、20人サイズと広くはないんだけども95度の高温キープに20分おきのオートロールが嬉しい。短時間でもジャッパジャパ汗をかけるサウナだね。かっちょいい。そして注文通りのサウナの扉を開け外に出たならキンキンの水シャワーが2台並んでてね。いいね。そしてどでかい 2,3 人は入れる巨大たらいが2つ。これ水風呂なんだけど、なんと設定温度が15度前後とドシングル7度。すごい最高のやつじゃん。外気浴は定山渓の川辺に沿ったテラスバルコニーに整いチェアが並んでて渓流を見下ろしながらの整いが満喫できる。めっちゃ気持ちよさそうなんですけど。日帰り入浴は13時からなんだけど13時から行くのが狙い目だね。もう15時ぐらいになっちゃうとチェックインした泊まり客がゾロッゾロ入ってくるからね。あとガラシャツの方もいらっしゃってたんでタトゥーの方には朗報。あらいいわね。知ってた？定山渓温泉渓流鯉のぼりって。鯉のぼり？鮭じゃなくて鯉が登ってくんのかい？違う。2025年で39年目を迎える定山渓の春の風物詩渓流鯉のぼり。山々に残雪が見られる4月から端午の節句を越え新緑が芽生える5月中旬の期間、約400匹の鯉のぼりが温泉街上空を舞うそうですよ。舞うそうですよ。上空を鯉が？鯉のぼりが。鯉のぼりの話ね。なんだと思ったの？鯉が、干ばくカープなのかと思ったんだよね。違う。6. Chitose Yanagibashi。昭和55年創業、千歳の大人気大繁盛定食屋さん。基本揚げ物メインのお店なのですが困っちゃうの。ワクワクするメニューのオンパレードで注文を5分以内に決めるのは困難を極めます。注文を決められない店ナンバーワンかも。わかる。メンチカツ定食が個性的で有名だけどメンチより魚系の定食がおすすめかな。サクラマスフライ定食とかね。ちょっとサクラマス揚げちゃうのってもったいない気するけど。そうだよね。刺身や寿司でも美味しいからね。他にもイカしたイカリングやらやたら美味しいタラフライやら鮭で通れない鮭フライに近い将来いただきたいチカフライ。カレー臭のおじさんにはカレーの唐揚げも侮れないアナゴフライも肉系もあるし焼き魚も煮魚もあるけどほぼほぼ魚系のフライを皆さん食べてらっしゃるのね。もちろんカツカレーもありますよ。でもやっぱりここは魚系のフライっしょ。プラス320円で生姜の効いた豚汁にチェンジできるのもいいわね。味噌汁はね。あとしそ味噌10円三条漬け10円ってのも必須アイテムだね。ここは千歳で一番来ちゃう店だね。来ちゃう。夜もやってるんだけども7時ぐらいで飯切れ閉店ってこともしばしばなのでお早めに。だ、千歳には腹すかせて向かうべしだね。 7. Today's Katsu Curry. Sarabetsu Wagaya。更別村の人気食堂にお邪魔しています。昭和25年創業、まさに我が家のような居心地のほっこりするお店。メニューラインナップはほぼ完璧。中華定食にオムライスにカレー、一通り何でもあるよ系食堂。食べたいものだらけのお店でございます。お味噌じゃないよ、お店だよ。
お値段はしっかりめだけどちゃんと美味しいので OK。 はーい、カツカレー。独特なコクのまろやかなカレー。これって何味って感じ。何味ってカレーでしょうが。でもなんか独特でしょ。あんま食べたことのないタイプのカレー。確かに欧風っぽいデミっぽいんだけどあんまりないタイプ。これ私も好き。うまいよね。何でも美味しいお店、すんげーうまいっていうよりうめーって感じ。いや全然わかんないそれ。あ、そう？もし私がサロベツ村民ならしょっちゅう来ちゃうよねっていうお店だな。父さんと母さんの雰囲気がなんか居心地いいんだよね。わかる。この間テレビ見てたらさ、同じとこでおやさんと吹いちゃってウケたよね。歌下手なやつがテレビで歌っててさ、これはひでえなって。あーたに言われたくないと思うけど、なんでだよ。お父さん美味しいことしてくれるんだよね。普通とちょっと違うって味をやってくれるのがいいの。ねえ、定食屋なのにスパカツの濃厚デミがワイン効いててめちゃめちゃうまいんだよね。ねえ美味しい。サラベツはここのカツカレーとスパカツね。だ。8. Obi Hero. Haga 10. 1934年昭和9年創業。見た目は立派で新しいけどもうすぐ創業90年。創業当時は小樽で屋台を引いていたのだそう。あ、そっか。小樽で創業して戦争で出兵したりして帰ってきてから帯広に移転したんだったね。移転してきたのが昭和20年代でしょ。帯広での歴史だけでも80年くらいになるってんだから老舗中の老舗ね。北海道ではかなりレアだね。ここは店名からしてどっからどう見ても天ぷら屋さんなんだけど、豚丼が美味しいの。そうさ、天ぷら屋さんだと思って最初は避けてたんだよね。豚丼はやっぱ専門店で食べようぜってことでね。そうなの。でもね、私たちってほら食べあさり系だからね、全部食べてみたい系なの。そうなのさ。何年も帯広来ては豚丼いろいろ食べてね、たどり着いた美味しい豚丼ランキング、なんとここは3位ってことなんです。3位って思うなかれ。我々メシタビーズが食べ歩いた豚丼ではトップクラスで、この3軒は僅差なの。しかも2位は同系列の豚ハゲさんで、豚ハゲさんはここの3代目が豚丼に特化した豚丼専門店だからね。そうなの。美味しい豚丼についてはこちらを見てみてみて。正直交通渋滞になるほどの有名行列店も帯広にはあるけれども、いやどこも美味しいよ。それぞれ美味しいんだけれども、でもまあ味は好みですから、皆さんも食べ比べてみてみて。ハゲ天さんは料理一品一品に愛を感じるお店ですね。ちゃんとしてはるそういえばさ、ハゲてる人いなかったよね。ね。 Jikaino Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Hokkaido Suteki Restaurants des. Otanoshi Mini. See you soon. 高齢者の逆走じゃないけど、やっぱり人間っていうのは老いてくるといろいろ壊れてくるからね。はい。すっげえ美味しかったレストランがある日突然あれっていう味になってたりとかっていうのはね、我々も経験しておりますけれども、そうですね。医者も同じだけどさ、もしもこんな医者があったらってね、前どっかの親父の小言で半身不随のお医者さんが出てきて俺に注射を打った時の話じゃないけど、これ要するにやり続ければいつまでもやり続けられるわけだよ。お店ね。だから味覚が完全にもうバグっちゃってても、あれだよね、味噌ラーメン頼んでも塩ラーメンが出てきたりとかねそういうお店も高齢の方がやってらっしゃるお店の場合は多々見受けられる。多々じゃないけど、ぼちぼちありますね。あるあるでね。あるあるですね。新しい店をやるっていうのはね当たればいいけども、まあ10件に9件は失敗して2年以内になくなると言われているのでね。だからお店を新しくやろうってする人はまずどっかうまくいってるだけどももう跡取りがいないみたいなところに修行に入ったらいいと思うよね。そしてその店を引き継がしてもらって
て、うんうん、そのベースを築いた上ではいはい、自分のやりたいお店をやっていったらいいんじゃないかなって新しい点思うよね。うん、そのゼロから築こうとすると、最初に出したお店がうまくいかないと全てを失っちゃうことになっちゃうんだよね。そうね、でそういうふうに失敗する人もたくさん見てきたので、そのしっかりしたベースができてるお店の味を落とさずにもし引き継ぐことができたら、それはそれで素晴らしいことだね。でもな、みんな自分でお店やりたくなっちゃうんだよな。いや、やったらいいさ。それでその引き継いだ店を変えずにね、それはそれこそ行けるところまでそれはそのまま何十年も続いてるものなんだから、そこに変に自分のアレンジとか入れないでやった方がいいと思うよね、そこは。確かに、長年ついてる客もなんか変わったな最近って行かなくなっちゃうかもしれない。それで新しいお客をつかめりゃいいけど、つかめなかったら本末転倒。それね、ある程度お客さんの信頼を作った上で新しい店を出してそっちにも来てもらうっていう考え方をした方がベターかな。ねえ、ほんとどんどんお店がなくなってっちゃうもんね、悲しいがな。だから急いで回ってます我々は。おじいちゃん元気かなと思ってね。ね、昭和からやってるような老舗っていうのは安く美味しいのを出してくれてるじゃんか、やっぱりこの最近オープンした店っていうのはもう元からコストが全然違うから、要するにお店を作ったコストとかも焼却しなきゃいけないのが全部値段に乗っかってきてるからね、どうしても高くなるよね。そうだね。もう昭和のね、昭和30何年からやってるとかっていうのはもう全部焼却が終わってるわけだから、本当に仕入れとその人たちの食い分だけが乗っかったものをいただけるんで非常にありがたいわけですよ。いや、ありがたい本当に。いやマジで倍ぐらいしちゃうからね、最近出したお店の価格設定だと。えって思うよね、この世知辛ジャパンでね、本当だよ。カツカレー1500円とかっていうのはね、なかなかいけないよ。いや本当、片や750円850円でうめえなこれっていうのを出してくれてるじいちゃんのお店とかばあちゃんのお店とかね、そういうのを大切にしていきたいなと思うミスタービズなのでした。そういうお店の情報お持ちの方、お待ちしております。ぜひ絶滅危惧のお店お知らせください。急いで我々回りたいと思います。よろしくしのちく。